特急那覇物語。新しいシリーズを始めたいと思います。特急那覇というね、新大阪から熊本を結ぶ寝台特急がありました。どうして熊本止まりなのかなとね、疑問に思われた方もおられると思います。那覇っていう名前はと思われた方もね、おられるかもしれません。特急那覇という名前はですね、那覇市沖縄の県庁所在地のね、地名から命名されたものでした。この列車が誕生した背景には数々のドラマがありました。それでは早速始めたいと思います。特急那覇物語。新大阪から熊本間に運転されていた寝台特急那覇は平成23年3月の改正で廃止。昭和50年3月以来36年の歴史に幕を下ろしました。この列車名の意味をご存知ですか？那覇、漢字で書けば、那覇、ちょっと表現が難しいんですけども、沖縄の那覇市をね、列車名にしています。そもそもこの列車が誕生したのは、昭和43年10月、1968年の白紙ダイヤ改改正からでした。何故鉄道の愛称に那覇という名前が付かれたのでしょうか。これには沖縄県民の切実なる願いがあったからなのです。沖縄県は唯一本土上陸を許したところであり、戦後もアメリカによる統治が続き、正式に日本に返還されたのは昭和47年。それまではずっとアメリカの政権下に置かれていたのです。沖縄県民が受ける苦しみは今以上に厳しいものがあったと言われています。そこで沖縄県は本土への早期復帰を強く願い、当時の国鉄に対して沖縄県は沖縄が早く返還され、祖国に復帰することを願って、列車を設定してほしい旨の運動を行いました。それを受けて、当時の新大阪から長崎西鹿児島間に運転されていた特急かもめの西鹿児島編成を43トンのダイヤ改正で独立させた上で、新たに那覇の愛称を与えることにしたのです。ただし当時は那覇は単独運転ではなく、宮崎発着の特急日向を小倉駅まで連結しており、この駅で分割併合を行っていました。ちなみにこの愛称は琉球新報が公募した愛称案から選ばれたそうです。当時の沖縄県民、当時は琉球国民の思いが伝わってくると思います。それほど沖縄の人は本土への復帰を望んでいたのです。当時の資料を見ますと、沖縄の政財界が何度も鹿児島鉄道管理局に足を運び、かつ出発式には郷土芸能による盛大な出発式を行ったというふうな記録が残っています。結局本土への復帰が果たせるのは昭和47年5月15日でしたが、本土と比べると特段の産業もないことから、地域格差がかなり大きいものがあったようです。多少話は脱線してしまいましたが、話題を戻したいと思います。そんなわけで誕生した那覇ですが、昭和48年10月、那覇は晴れて485系による単独運転に昇格しました。新幹線が博多まで開通した昭和50年3月10日のダイヤ改正では、山陽新幹線の優等列車は夜行列車を除いて連廃、中高の優等列車は廃止される中、那覇の愛称は引き続き大阪から西鹿児島間の寝台列車として一往復残ることとなりました。当時の国鉄は愛称の統一化を進めており、大阪方面から西鹿児島は明星が使われており、那覇は名実ともに沖縄復帰の意味を乗せた列車として引き続き運転されることとなったのです。この話続きます。